スゴムを使っている時にイラッとしたことありませんか？水槽のガラス面にしっかり取り付けたはずなのに、ペロってすぐ取れちゃいます。キスゴムと検索すると、取れるというキーワードが出てきます。そのくらいみんなキスゴムで面倒な思いをしてしまっているわけですね。キスゴムが劣化するとめちゃくちゃ面倒です。固定したディフューザーが水面に浮いちゃったり、CO2 チェッカーが取れて沈んでしまったりします。キスゴムいらないって思うんですけど、結局必要なんですよね。使わないとホースやディフューザーの収まりが悪いし、どうしよう。安いから買い直せばいいんだけど、なんかもったいない。剥がれてきて水槽に手を突っ込んでくっつける作業もしたくない。というわけで、今日はこれをスカッと解決できるアイテムを紹介させていただきます。皆さんのキスゴムはどうですか？何かいい素材のキスゴムはありますか？オープニングの間にコメントで教えてくれるとめっちゃ嬉しいです。このチャンネルではコスパのいい製品を紹介しています。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。左が使って半年のキスゴムです。右が新品です。もう別物ですよね。真っ平ら。気づいたら硬くなって白くなってます。中にはピンク色に変色しているものもあります。3ヶ月くらい水に入れているだけで変色してきます。色が変わってしまったキスゴムは総じて硬くなります。こうなってしまうと吸着力はありません。もう捨てるしかないと思っているそこの皆さん、熱湯に入れると吸着力が復活します。熱湯につけることで伸びきった樹脂が縮みます。そのため吸盤部分が平べったくなっていたのが丸みを帯びてきますね。使えそうですよね。ですがそれもわずかな間。いわゆるこれはドーピングってやつですね。劣化を防ぐためにワセリンを塗っても効果があります。でもワセリンって石油由来の不純物、主に硫黄化合物などが含まれています。子供用のベビーワセリン、例えばプロペトは不純物が少なく、無香料無着色、防腐剤も入っていないので、どうせ使うならこれの方がおすすめです。でも今日紹介したいのはこれじゃないんです。だっていちいちワセリン塗るのめんどくさいじゃないですか。それに結局のところこれは対処療法です。水中に入れている以上はいつかは劣化します。もうキスゴムの劣化は防げません。水槽の外にかけられるステンレスディフューザー、あれは優秀です。設置はしっかり収まるし、引っ掛けるだけです。キスゴムも必要ありません。だけどお気に入りのディフューザーって皆さんありますよね。僕もあります。買い替えたくないです。僕のお気に入りのディフューザーはアクリル製なので軽いです。ディスクの交換ができるタイプなので重宝しています。だけどこれ軽いんでキスゴムがないと浮いちゃうんですよね。どうしたらいいんだということでこんなものを用意しました。てってれー、エクステンションチューブ。前置きが長い。ここまで聞いていただいた方々皆さん本当にありがとうございます。僕はこのアイテムにたどり着くまでに2年間費やしています。その間にいろんなアイテムを試しました。ステンレスの継ぎ手やステンレスのディフューザー、いろいろ試したんです。どれもしっくりきませんでした。なので前置きが長くなりました。僕の思考が右往左往し、いいものはないか、水槽の奥深くでもがいた結果、たどり着いたことを分かっていただけたでしょうか。このチューブの何がいいかというのを紹介させていただきます。このエクステンションチューブを使うとディフューザーを引っ掛けられるので、キスゴムは外につけられます。外につけられるんです。キスゴムを外につけられれば水中に入れずに固定することができます。しっかりとディフューザーとエクステンションチューブを接続するのがポイントです。この CO2 チューブが長ければ長いほど固定が安定しません。可能な限り短くします。こうすれば水槽内にキスゴムは不要です。ディフューザーの浮き上がりとはおさらばです。
ガラス製品やステン製品のものでこういうものもあります。ですがこれは結局シリコンチューブを途中に通さないと長さが足りないんです。チューブの長さが伸びると全体が曲がりやすくなります。ディフューザーの収まりも悪くなります。ぐにゃり。このエクステンションチューブを使うと全てが樹脂製なのでしっかりとその場所にはまってくれます。このチューブはガラス製ではないので落としても割れません。折ったら割れますけどね。さすがに割れます。使い方は簡単です。付属のチューブを切って持っているディフューザーにつなげるだけです。内径 4mm のチューブをつけることができます。ディフューザーだけではなくエアーポンプに取り付けて水面を揺らすときにも便利です。長さは2種類、15センチ、30センチがあります。水槽の高さに合わせて使い分けるといいです。柄を反対にして使うと浅めの水槽でも使用できます。長さが気に入らなければカットすることジャストフィットするでしょう。ただアクリルなのでカットするときには糸のこやアクリルカット用のカッターを使うといいです。ニッパーでいきなりやるとひどい目に遭います。バラバラになります。注意してください。透明度が高いので水槽内はすっきりです。キスゴムも水中に不要になります。水槽の外側にキスゴムをつけると安定度が増します。なくてもいいのですがやっぱりキスゴムがあるとしっかり安定します。水槽の外側なら直接水に触れないのでキスゴムが長持ちします。見た目の収まりもすっきりです。一緒にワンタッチ逆止弁を使えばさらに便利です。メンテナンスの時や掃除の時に取り外しが簡単にできます。ワンタッチ逆止弁については今度別の動画で紹介させていただきます。取り付けも簡単でしっかり水の逆流を防いでくれます。錆にも強い樹脂製でステンレス製の堅牢さと樹脂製の錆びづらさを併せ持った逆止弁になっています。エクステンションチューブは2種類の長さがあります。15センチのタイプはディフューザーに、深さ30から36センチ程度の水槽に適しています。30センチのタイプはディフューザーはもちろんエアポンプを取り付けて水面を揺らすような水中へのエアの供給に便利です。深さ45センチ程度の水槽に適しています。または必要に応じてカットできます。使う方を変えれば浅瀬の水槽にも使えそうですね。これでキスゴムで悩むことはなくなりました。水中に入れなければ長持ちするし、キスゴムがなくなったことでガラス面のスクレーパーをかけやすくなりました。水槽内がとてもすっきりしました。ただのアクリル製のパイプなんですが、利便性はかなり高かったです。特にワンタッチ逆止弁と一緒に使うと扱いやすさが段違いです。見た目がすっきりするだけでなくメンテナンス性も向上します。キスゴムを水中に使わなくてもぴったりと収まるのでインテリア性も向上します。キスゴムも水槽の外で使えるので無駄な劣化は防げます。ぜひ一度使ってみてください。というわけで、キスゴムいらない。今日はそんなところです。